どうも皆さん、カイトです。歳月7年以上かけて作られた 2D ピクセルアドベンチャー A Space for the Unbound 心に咲く花をご存知でしょうか。こちらは2023年1月19日に Nintendo Switch、PS4、Xbox、Steam でリリースされたゲームになります。早速やることリストを全て埋めてクリアしたんですけど、ラストのどんでん返しで感動するストーリーが押せるでしたね。パブリッシャーはコーヒートークでおなじみの峠プロダクションズさんで、デベロッパーはインドネシアのゲームスタジオモジケンさんですね。全て 2D で細かく表現されているのもあって、キャラの差分も一瞬でわかる表現性、ぬるぬる動く主人公を操作しての体験は個人的にはめっちゃ面白かったです。今回は A Space for the Unbound 心に咲く花というおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、事細かく 2D ピクセルで表現された探索アドベンチャーになります。ふと目を覚ました学校の一室で、主人公であるアトマが彼女のラヤと一緒にやることリストを埋めていく感じです。探索としては調べられる箇所をポイント&クリックしていく形であり、お使い要素でストーリーが進行していきます。途中で魔法の本と魔法の杖が手に入るんですけど、魔法の本はメニュー画面で得得アイテムを確認したり、クエストの確認、ニルマラの物語を読めたりします。また一定のイベントキャラの悩みを解決するのに、本を使ったスペースダイブで相手の意識に飛び込めます。これが攻略の糸口で、ミッションをクリアすると正気に戻りますね。魔法の杖は時空間移動ができ、過去への干渉で現実の世界での状態を変化させることができます。基本的には彼女のラヤの動向を探りながら村の人々の悩みを解決、そしてお使いのように行ったり来たりするのがベースとなってきます。ざっくりと説明するとこんな感じ。次にストーリーになるんですけど、1990年代後半のインドネシアの田舎町が舞台。ある少女と物語を書いていた主人公アトマは、少女の忘れ物を取りに行き、戻ると少女が溺れかけているのを発見。助けようと試みるが失敗に終わります。そのまま水中の中で意識を失ってしまい、突如目を覚ますと、そこは見慣れた自分の教室。彼女のラヤとのやり取りからやりことリストを決めることになります。だが彼女の不可解な行動、さらには不思議な能力の発動により隠された秘密を解き明かしていくお話。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、事細かく 2D ピクセルで表現された数々。冒頭でもお話しした歳月7年以上かけられていることもあって、 2D ピクセルの表現がめちゃくちゃ美麗です。アニメーションタッチのポイントが多いのも魅力の一つで、ストーリーの合間にアクセントのように入れてきます。このラヤなんかやばない？村の探索もぬるぬる動けるのも楽しくて、至るところにいる猫などの動物もいちいち名前つけれてもふれます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 と、可愛い表現も多いんですけど、メンタルをえぐられる箇所もいくつもあるのもリアリティがあって、ここも完璧に 2D で表現するんかと感心させられました。個人的にはラヤが不思議な力を使った時のダークサイド感が超絶に中二病心くすぐりましたが、2、ストーリーがとにかく押せる。序盤から少女と物語を使っていく展開から学校に切り替わっての問題の数々、彼女のラヤを中心に紡がれるたくさんのキャラとの試行錯誤など、バラバラだったのがだんだんと解き明かされていくのが面白い。なんかポップコーン食べるイベントがキュンキュンする。ラヤの不思議な力、いわゆる超能力的なものが公になってからは、好き放題に世界を作り上げていくのも見もので、章を重ねるごとにイかれていく感じが最高でしたね。スペースダイブができるモブの後ろめたい過去も交差して、特に不良少年エリックが色々と問題を抱えている中、ケーキあげとけば機嫌治るだろう精神はかなりヤバかった。3、お使いだけじゃないイベントのオマージュ。ストーリー進行ではオブジェクトを触ってのアイテムゲットやキャラに話しかけたりしての謎解きが主にはなってくるんですけど、不良やチンピラたちとのバトルもあります。スト2やんけ最高かよ。魔法の杖の操作の時もコマンド入力が必須になるんで、キー入力ミスをしないようにしましょう。また裁判のようにスペースダイブしたモブキャラに尋問するパートもあるんで、証拠を集めて任意の選択ワードに突きつけて解決していきます。
逆サイやんけ、最高ですか。これが意外にオマージュが効いてて、プレイしている人やべえってなります。ちなみに逆転裁判は3が一番好きです。こういった探索させるだけじゃなく、クイズをしたり身をうまくキャッチしたり飽きさせない工夫が散りばめられてましたね。4、クリア時間は11時間。やることリストを全て埋めてのクリア時間は11時間ほどでした。ここの南京錠の鍵を開けるのに30分以上悩んでしまったのと、チョコボーイの好きなもの当ておもりクイズみたいなのが一番難しかった。マジでメニュー表見ても意味不明すぎて半ば勘で当てましたが、ラストにつれて驚愕の事実が色々と湧き出てくるんで、実際にプレイして確かめてみてほしい。以上になります。美麗な 2D ピクセルアドベンチャー、スペースフォーザアンバウンド、心に咲く花。アトマが色々と村の悩みを解決しながら唐突に始まる超常現象。ゲームセンターで始まる格闘センスから瓶の王冠集めというやり込み要素、さらにはマップ移動でしばしば迷ってしまう距離感移動。よければ皆さんもアトマを操作して心に咲く花を咲かせてみませんか。きっとラストのシーンで最初の退屈な時間が忘れるかのように色々と涙腺を込み上げてくるの間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。